こんにちは。大学の翔也です。今回は1階の床張りをやっていきます。まず玄関のね、小さいですけど上がりがまちを入れて、そして思いっきり節だらけの板を張っていきます。今回は1階の床張りですね。うちのこの YouTube の動画の中で床張りが一番多いんじゃないですか。新築にしろリフォームにしろね。まずはいつも通り玄関の上がりがまちから入れていきます。今回の玄関はね、今までと違って上がりというかこの見つけが小さいんですね。玄関のタイルとフロアラインは7センチの段になります。今まで入れた玄関の上がりがまちの中で一番小さくてスマートですよね。最初ね、上がりがまちは折り金に入れてくれ、直角にこう入れてくれって聞いてたんですけども、実際は右端が壁になるんですね。ですから土台を取ってしまってね、壁がたわきで止まってタイルで収まるように土台は取ってしまいます。そして上がりがまちは大きくても小さくても基本土台にかぶせるように収めます。というのはやはり土台にきちっと乗ってれば上がり下がりがもう絶対にしないってことですよね。それと高さを決めるのに正直楽ですよね。でも値段打ちではないですから、下張りの 24mm の上に 15mm の床になります。ですから乗る寸法はね、いつもよりは小さくなります。でもこんだけあれば、しっかりとこう乗ってくれますしね、上がりがまちを真ん中で切り替えて収めていきます。では上がりがまちを取り付けていきます。もう取り付けるのはボンドとビスも留めるんですけども、構造用合板と KD の土台ですね。完全に乾いた材料ですからボンドでしっかりと留まります。それをビスで留めてね、固定していきます。このようにこの真っ平らのところでね、上から押さえ込む。普通上からつっかい棒でちょっとこう押さえるんですけどね、別に隣に捨て針があるんでね、当て木を当ててやって、そして上からビスで揉めばつっかい棒と同じですね、下に引っ張ってくれます。そしてこの土台にこのビスで留めてあればね、もうほんで動くことはありませんね。これで玄関の上がりがまち1本だけですけどね、入りました。ではこの床を触っていきます。この床を触るまでにね、まずこの全体の割りですね、床割りをします。この節ありのヒノキなんですけども、これ今回初めて使います。やっぱり初めて使う材料はなかなかこの寸法取りがね慣れてないんでね、
下によってね伸びてったり縮んだったりいろいろしますから、実際のこの利き代幅をね 4,5 枚合わせてやって、そして寸法出しします。22060円。1ミリ割るんや。最初の1枚2枚はね、節があろうがなかろうがとにかく素直なまっすぐな木を使います。そうなるとなかなかね墨打って割った時に木の性に負けるんですよね。ですから1枚2枚目が床張りの勝負ですからね、吟味して丁寧に貼ってきます。今回の床板は節ありのヒノキの 15mm です。先ほども言いましたように、この初めてで使う板なんですけども、生き節なんですよね。よくこの死に節を生き節に書いてあるんですよね。薄い丸い本物の木なんですけども、それを埋めて、この板の場合は完全に自分の節ですね。もともとの生きた節ですから、節は少し日割れがいっててもね、完全に乾いた板ですね。なかなかね、このフローリングって加工してもらっても完全に乾いてるってなかなか当たらないんですね。それももう貼った後で分かってくるんですよね。それが一番嫌なんで、今回の床板はつかないだろうと思うんです。1枚目を貼ってきます。ドアの前だけはね、2枚一緒にホッチキスで留めてしまいました。アングルがね、これ後付けなんですよね。これはもう樹脂サッシのなんか特徴ですよね。で留めるのはシリコンボンドと 38mm のタッカーで留めていきます。なかなかね 15mm のフローリングですとね、ビスって細ビスでもなかなか打てないんですね。角が出しても傷がついてしまってタッカーになりますね。でもこの割とコード用合板が硬いんでね、タッカーは抜けてくることはないと思います。そして枝の上に直接貼るよりは捨て張りがありますから、床なりもシワみもやっぱり少ないですね。今回の床張りでもう一番厄介なのはこの換気口なんですね。換気口のこの床張りっていうのも、初めてするんですけども、床下も室内と同じ空気として換気で使うんですね。各部屋の自然換気とトイレ、炊事場のね調整換気で自然と家の中の空気を回してやる、そういう形の換気ですから、どうしてもこの換気口が必要になってくるそうです。
こっちゃの。そして換気口もねいろいろあるそうですけども、これはこの現場の組み立て式なんですね。材料もヒノキのいいもんです。受け材を打って、そして真ん中にコソンと本体をはめ込む形の換気口ですね。ここに来てね、このフィニッシュがいってしまいましたね。前からエア盛りしてたんですけど、このフィニッシュほど修理に出した機会はなかったでしょうね。5回も6回も直して、いよいよ弁がいってただのエアダスターになってしまいましたね。こうかな。これでね、家の端の方に2個並んでたんですけどね、換気口ができたんでね、あとは並べていくだけです。でもこの家で6箇所もこうついてるんです。また換気口の前行ったら悩むでしょうけどね、とにかく貼れるだけの板はもういっぺんに切ってしまいます。自分はね、どうしても、寄る余乱もあるんですけど、こういう風に並べてしまうのが好きですね。一枚一枚探してきては取るとなんかこの心技体ですよね。床が腫れた部分に養生します。この養生してね、切り場を変えるってことですね。このまんま仕事台があって張り進むことができないんですね。そうかといってきちっと養生してまうわけにもいかないんですよ。これがもう動画を撮ってるね、悲しいとこなんですよ。こんなことを今まで言ったことないんですけども、動画を撮ってて床張りだけはまた位置に戻さなダメなんですよね。はい、これでできました。養生貼ったまんまで言うわけにはいかないんですよね。ですから仮の養生をして一旦移してある。でもそんなことは言ってられないんでね、傷つけたら終わりなんで、仮でも何でもしっかり養生はします。切り場を移してね、また再出発です。今度はね、板の小口の方に換気口がありましてね、これも少し悩んだんですけどね、板の割りの真ん中に持っていくか、このサッシの建具の真ん中に持っていくか、サッシの塔に合わせたんですけどね、やはりこの小口の方は数段と技術がいりますね。短いのと長いのと小口でね、暴れなければいいんですけどね。5ミリ伸びたんな。またリストラがやってきましたね。1本だけ化粧の柱があります。そこへ首切りしてこの板を入れ込んでやる、それだけのことなんですけども、自分はねマルチツール買ったんですけどね、どうしてもこの化粧の柱に刃を当てる気はしないんですね。この細かいのこでシコシコ切ってやるこの方を選びますね。
で捨て張りしてありますから、この板をねこのノコ目の分だけ薄くして、そしてその板にねノコをこうすらすようにしてノコ目を入れていきます。首切りした部分の寸法取りをしていきます。首切りした部分は2枚目の板がかかるようになりますね。1枚目の板にこの音太の目地がついてます。その目地の分を2枚目の板で余裕を持って切り替えてやるってことなんです。ですから2枚目の板を先はめ込みます。そして音太の目地の分だけを先多く書き込んで前へ送っておく。そして1枚目を入れてタッカーを打って、それから2枚目を戻してやる。言葉で言うとそういう仕事になるんですけど、見てもらったら一番早いと思うんですけども、柱の切りかけっていうのはできるだけ小さい方がいいですね。でも目地が7ミリあったらやはり15ミリは柱は書くようになります。横の方は7ミリでも8ミリでもいいですけどね、こういう風に先1枚送ってやって、そして手前から貼ってで食いじまいしたら2枚目を戻してやる。これが床張りのやり送りです。節ありの板だったんですけどね、この玄関先だけはこの節なし、完全ではないんですけど、この何枚かあったんでね、この玄関の部分だけはこの節なしで貼ってあります。これで1階の床が貼りました。このお宅はね、節ありのヒノキを貼りました。こんだけ節ありますとね、ダイナミックです。いいんじゃないですか。以上、大悟翔也でした。